ポーカーバナナから期間限定特大プロモーションのお知らせです。ただいま韓国チェジュのドリームタワーカジノ内のポーカールームドリームポーカーでは無料ホテルプロモーションを行っております。なんとポーカーをプレイするだけで5つ星ホテルのグランドハイアットに無料で泊まれる超特大プロモーション。この期間限定の無料ホテルプロモーションを使ってチェジュに遊びに来てみませんか？詳しくはポーカーバナナオフィシャル LINE まで。海外でポーカーしながらゆるりと生活するコスです。はい、ということで本日もチェジュドリームタワー来てます。はい、5月の2日です。ゴールデンウィーク真っ只中。はい、コスは今チェジュに住んでて、はい、僕はまだフィリピンに住んでるんですけども、はい、それぞれねフィリピンとチェジュ分かれて活動してまして、はい、そうね、めちゃめちゃ忙しくなってから動画っていうのが撮れてない全然撮れてないよな。全然撮れてない。去年の9月ぐらいから急激に忙しくなって、もうすぐね多分落ち着くと思うんでまた動画活動再開しようと思うんですけど、去年ね、はい、いろいろ活動していく中で1回だけ遊びに行ったっていうのがありまして、でそのデータも前回説明した通り海に落としてまして、カメラをね、でデータが破損して復旧したデータがなんかスローモーションになって、音だけは生きてるんだけど映像がスローになってて、頑張ってそれをこうで合わせようとしたんだけど、これ無理だろっていうことで、動画はボツったんだけど、映像はねギリ残ってるんで、説明しながら、こう旅をこう振り返りながらさ、生きてる映像をはめていこうかなと思いまして、で本日は2025年唯一我々が遊びに行ったフィリピンのプエルトガレラっていうところの旅路を説明したいと思います。ポーカーバナナってさ、あれやりだしてからさ、そのフィリピンに来る人が結構増えたような気がしたんやけどさ、フィリピンのマニラからだいたいどれぐらいやったっけ？車でまず2時間ぐらいやったっけ？そんなかかったかな？かかった。あ、そうやったっけ？だってさ、俺前はタガイタ行ったじゃん、あそこ全然超えるからね、下まで行くから。そっか。だから2時間か2時間半ぐらい南に行ったところの港、でフェリー乗って、それこそ1時間ぐらい？フェリー1時間かな、ね、で島に到着するっていうさ、でもめっちゃ良かったけどね、マジで。あそこって島じゃないからね。あ、島じゃないのあれ？ほら、島って言い方するとプエルトガレラって島じゃないからね。あ、そうなんや。あれでっかい島の中のプエルトガレラっていう町だから。あ、そうなんや、知らんかった。あそこがちっちゃな島だと思った。違うんよ、あれは。違うんや。なんかさ、ダイビングする人にとってはさ、結構有名なスポットやったんやね。なんか聖地なんでしょ？そう、聖地なんやんな。全然知らんかった。初めて聞いたもん、その時。世界でなんかそこしかないとか3つしかないとか、なんかなかった？なんかあった。なんかあるんですよ。そう、なんかさ、自分がダイビングをせんからさ、あ、そうなんですかって言ったけど、でもほんまにダイビングする人にとってはめっちゃいい場所らしいよ。第二次世界大戦の時のさ、戦争の残骸だから船とか戦闘機とかが沈んでるところとかあったりして、そのダイビングスポットとしてはめちゃくちゃ有名らしいね。へえ、そうなんや。多分ダイバーの人はみんな知ってる場所らしいよね。で、あれやったやん、思い出した、ジェット。あ、ジェットね。ジェットの映像も残ってないの？多分残ってると思う。ちょっと順番に行こうか。まずはフェリー降りて、ほんで覚えてる、トゥクトゥク乗ってさ。そうそう。あそこってさ、ウーバーがないんやったっけ？グラブとか。ないね。ないよな。ない。なんかもう港から出た時にさ、そのトゥクトゥクがブワーっておってさ、でなんか手配してくれとったトゥクトゥクに乗って。あれ覚えてる？サバンビーチと、あとホワイトサンズやったっけ？今日覚えとんな、名前。そう。サバンビーチの方が繁華街みたいな、でホワイトサンズかホワイトビーチみたいな名前のところが、綺麗な砂浜ビーチリゾートみたいな感じなんですよ。で俺たちが行ったのはサバンビーチ。 Z やったところはサバンビーチ。ホワイトなんとか。ホワイトなんとかやよね。そう。うちらが泊まったところ、宿取ったところはそれとは別の、そうサバンビーチで、そこに、僕たちのね友人がレストランと、宿泊所を経営してまして、今回そこにお呼ばれして、案内してもらったのにデータがなくなったっていう最悪やよね。あんまり聞かんから、ボラカイとかはよく聞くやん、だけどなんかそのプエルトガレラってあんま聞いたことないからさ。そうね。これをきっかけにぜひなんかマニラの行ったついでに2泊ぐらいちょっと遊びに行ってもらって。でもさ、ちょうどさ12月24日っていうかクリスマスの前後で行ったやん、めっちゃ気候良かったよな、ちょうど。なんか半袖で
なんかもうあったかくて、で暑すぎず寒すぎずみたいな、もうめっちゃ気候良くてトゥクトゥクがマジで気持ちよかった。映像残ってますように撮ったっけ。ポーカーバナナから期間限定特大プロモーションのお知らせです。ポーカーバナナでは無料ホテルや無料航空券がもらえるプロモーションがたくさんあります。また現地スタッフが日本語であなたの海外ポーカーを完全サポートします。詳しくは公式 LINE へ。サバンビーチってちょっとこう繁華街なんだよね。ゴーゴーバーだったりとか、女系の夜系の遊びもめっちゃあって、ダイビングスポットへの、出発する港みたいな感じで船がバーってあるみたいな。なんかクラブ行ってなかった？夜クラブ行った1回どうやった？なんか普段からさ、そんなもうクラブ行かんからさ、その比較ができやんねんけど、なんかそれこそちょっとこじんまりとした感じで、でも結構人おったよ。盛り上がっとった。盛り上がっとった。女の子たちが踊っとった。踊っとった、クラブの中でお客さんなの？それはじゃ店員さん。店員さん、僕らの友人のお店、名前何やったっけ？バタフライだ。こんな感じのイメージ。ここで日本食レストランだよね、やってて、で2階が、宿泊所で、ちゃんこそそこ泊まんなかったんだよね。なんかちゃんこそだけ逃げてホテル取ったんだよね。はい、私近くのホテルちょっと泊まりたかったから私だけホテル泊まってよかったよ。でも全然、それはね、ホテルと比べたらもちろんグレードっていうのは落ちるんだけど、値段がさすごいリーズナブルで、値段ちょっと聞いてここら辺にちょっと下に載せておくんですけど、こんな感じの、料金形態で、泊まれて、でそこのさ周りがさめっちゃこうなんていうのかな、ゴーゴーバーで夜になると女が溢れとったよな。なんか座っとったりしたもんね。あとでもマッサージも良かったけどね。めっちゃね。マッサージね、マッサージ行ってさ、なんか安いからっつってさダブルでやってなかった？ちょっとこれ言っていいんかな、ちょっとクレーマーっぽくなるけど、安いからダブルみたいな2人つけてマッサージやらしたんだよねところがそのマッサージの施術師たちがぺちゃくちゃ喋ってやんねえのよ2人いるから力加減わかるじゃん。でこう両腕やってるからさ、右の力と左の力違うわけ、で左のやつはさもう明らかにこう撫でてるだけ系で、途中でムカついて変えてくれと。でしたらなんかマネージャーみたいなの来てソーリーみたいになって、変えてもらって、変えてもらってからはしっかり終わったんだけど、なんと「いやーそこサービス良かったっすね」帰り際にね、そのマネージャーが申し訳ないと施術師たちに言っとくから明日もしよかったらタダでいいんで来てくれっつって。確かにすごいねそれ。すごいサービスだったね。だから俺はもうあそこのお店に関してはまた2回も行きたいもんね。で俺はもうあえてあそこに行くよ。もうそんないいサービスしてくれるんだったら次あそこ行きます。ちゃんこしたち別のとこ行ったよね。だから1日目は一緒のとこ行ったけど、私はヘッドスパをやったの。ヘッドスパやったんだ。そうでその次の日もなんかその無料サービスがあるから行ってくるっていうからさ、ずるってなって私は別のところに行ったんやけど、そこも良かったよ。だからマッサージ安いよねやっぱね。そうね、教育も行き届いててレベルも高かったし、安かったしみたいな。毎日やってええもんな。あとは飯何食ったっけ？それこそ海岸沿いのさ、ところで食べたやん。クリスマス。食べたね。なんか炒めしたいみたいな感じじゃなかった？美味しかったでめっちゃね。なんか海見ながら。値段は高めだった気がするわ。もう忘れちゃったけど。でも高いって言っても安いと思うよ。そう。やっぱりそれフィリピンに住んどるからそうやって思うかもしれんけどさ、やっぱ今日本帰ってもちょっといいとこ行こうかなと思ったら高いやん。いやっていうかさ、今5月2日ゴールデンウィークなんですけど、4月末にちょっと野暮用で俺たち福岡帰ったんですよ。俺が福岡帰ってちゃんこちょっとついてきたんだけど、日本飯高くね？いやそりゃそうよ。俺ビビったって。あの時めっちゃ高いなと思ったのが何やった？何食ったっけ福岡で？松屋も高いよね。いやでもさだって千何百円よ。それは10年前のこと思っとんじゃないの？松屋って500円じゃないのって。ちゃうやろさすがに。さハンバーグなんでデミグラスハンバーグなんとかセット、これ千何百円するでしょ。あと何食べた？俺たちラーメン。山ちゃんね、逆に言うと山ちゃん安かったわ。そうなんよ。山ちゃんびっくりしたよ。あと何食べたっけ？マックうまかったね。で多分10年前のこと思っとるんじゃない？止まっとるよ時が自分だけ。もう進んでますから今時代は。ただね、一個言えるのがなんか円だとすごいケチになる。なんでなの？わからん。俺なんかペソとかウォンって適当に使っちゃうんだけど、なんか円ってめっちゃケチになる。なんか重く感じるよな、円って。1万円がこう会計で出ていく時なんかすっごい悲しくなるもん。わかるそれは。だけどペソだったらもう1000ペソなんてなんか1000円みたいに感じるから。ペソはさ、これマニラ来たことある人わかるかもしれんけどさ、ペソってほんと軽く感じるよね。ペソマジック。
ペソマジックやよね、あれ。なんかさ、ほんと100ペソは100円の感覚やしさ、1000ペソは1000円の感覚がやっぱ抜けれやんのよね。でもあれさ、あれらしいよ。お店側もその100円の感覚で値段のメニューつけてるらしいよ。100ペソって。100ペソって。やば。日本人がその使いやすいような値段設定になってるらしいよ。へえ。200ペソもやっぱ200円の感覚になってしまうもんな。あれ500何十円だからね。ねえ。倍以上やからね。すごいこうどうでもいいお金みたいな感じるけど、そんなことないよね。そうやっぱり安いは安いと思うよ。そのリゾート地でさ、海見ながら食べれるレストランで、あの値段やったらまあ悪くないかなと思うけどね。実はですね、今現在あそこにポーカールームあるの知ってました？そうなんよ。どこ？サバンビーチにポーカールームあるって。来た。しかもめっちゃテーブルいいらしいです。マジで？で結局ね、ああいうところどういう人がお客さんだと思いますか？旅行客と思うじゃん。なんと流行ってるの100、200らしいからね。マジで？マジで。じゃあお金持ちおるんや。そうだから飲食店の経営者とかが集まってるらしいよ。なるほどね。だもちろん波はあるけど、テーブルめっちゃいいらしいです。行きたいマジで。もう一回行きたいな。じゃあそうなんよ。そうとなればもう一回行きたいよ本当に。でしかももう一軒ポーカールームができるかもできないかもみたいな状況らしいよ。いや行きたいな。めっちゃ。でしょ？あとあれ覚えてる？サバンビーチから船に乗っていろんな島行ったやん。覚えてる？自分だけね。私は行かんかったよ。そうか。そう私その日初日なんか病気になって。そうか。寝てたんだ。そうもうすいませんって言って私だけホテルで寝てたのよ初日。体調悪くてめちゃくちゃ。そうか。でそこで落としたんやってカメラを。なんか携帯で撮った動画だけ見たけど、なんか動物っぽい感じでさ。じゃああれだ、俺携帯の中にもあるんだ。じゃあ多分今出てるわ。携帯の中のやつは 100% あるから、多分今出てます。まずそこの友達のオーナーさんが船持ってんのよ。でその船に乗っていろんな島をこう回って、でシュノーケリングとかやって。やったん？こうやって。シュノーケリングってさ、やったことある？めちゃくちゃ前にね。めちゃくちゃ前。でもなんかその足のちょっと本格的なシュノーケリングわからないけど、シュノーケリングってなんか私がやったことあるのは足のつく場所で、なんかこう眼鏡してこの海の中を見るっていうのはやったことあるけど、それが本当のシュノーケリング？メガネっていうの、あれつけて、シュノーケル、息ここからできるように、でそれつけてやるんだけど、そのねシュノーケルの道具がヘボすぎて、ちゃんとしたやつじゃないと息苦しいわけよ。そうなんや。これ出とんのに、めっちゃ息苦しい。だからなんかヘボくて、あれ借りたのよ現地の業者から。なんかボロいやつ、なんかあれはすごい嫌だったね。なんか息苦しくてさ、めっちゃ深い。そうなんや。5メーター以上あったんじゃないかな。5メーター？あったと思うよ多分ね。足つかんってこと？もちろんつくわけない。怖いねそれ。ロープに捕まってやるってこと？ロープっていうかなんか船こう足が出てるの分かる？こうピッて。ちょっと写真載せとくけど、そこに捕まってその船は進んでるから。そうなんや。ゆっくりね。ゆっくり進みながら下見るみたいな。あとヌーディストビーチなの。あるのよ。白人がおっぱい出してたよ。裸なの？下も？上だけ？多分上下。丸裸ってこと？丸裸だった。すごいね。だけど遠いのよ。ヌーディストビーチっていう概念がわからねえけどさ、どういうこと？普通さその公共の場所で裸になったらあかんわけやん。そうね。捕まるけど、この場所は大丈夫ですよって認められてるビーチってこと？何のために裸になるわけ？分からん、俺はそれは分からんけどとりあえず全裸だった。すごいねそれ。おっぱい出してたよ。すごっ。遠目だけど分かる。俺これ全裸じゃんみたいな。じゃあさ、それは行きたいって言ったら行けるわけ？行けるね。そうなんや。すごいねそれ。だからいろんな島があって、その島の中の一つのこうなんつうのビーチが一応そのヌーディストビーチみたいなカテゴリーだったね。すごいね、興味のある方はね。興味ある方はね。そういうところがサバンビーチだよね。繁華街があって結構ガヤガヤしてる感じ。その次の日ジェット行ったとこね、ホワイトサンズだかホワイトビーチみたいな名前のところ、正式名出しときますけど、でそこでジェットやったんだよ。めっちゃよかった、マジでよかったね。ジェット本当私あんまりなんかそのアクティブな方じゃないんやけどさ、ジェットだけはめちゃめちゃ好きでさ。そうね、
高いけど。ベガスのさ、うんあれ何やったあそこラッフルじゃなくてラフリン。ラフリン、うんラフリンでやったじゃん、うんあれ川やったでしょ、あれも楽しかったよ、マあれジで。も楽しかったけど、やっぱ海の方がおもろいよね。結構面白かった、やっぱあれ。ね、俺はねどっちかっていうとホワイトサンズ、ホワイトなんとかの方が俺は好き、俺はね。お土産ショップあってさ、そのお土産にもなんかポーチとかマジで可愛くてさ、なんか安いよめちゃくちゃ。で名前入れてくれたりとかしてさ、でそういうのも大量に買ってさ。はい。よかったよね。だからどっちかっていうとサバンビーチは大人の街で、でホワイトの方は子供から大人まで楽しめる、海で遊ぶレジャースポットみたいな感じだったよね。でちなみにですけどサバンビーチの方だと夜の方もねいろいろと楽しいことがあるらしいですよ。あ、そうなんや。男性諸君はかなりお安く遊べるらしいですよ。あ、そうなんや。話によるとですよ。じゃあめっちゃ楽しいやん。それでポーカーもねあってあっちもあって、クラブもあり、ね、マリンスポーツもありで泊まるとこありますから友達のところがすごい安い、すごい安いんでね。しかもさ日本人のスタッフの方もいて、そうなんかいろいろ日本語でも聞けたりするしね。はい、最高だと思います。はい。いやーよかったよマジで。なんか穴場スポットを見つけたって感じだったよね。そうね。なんかあんまり知られてないがゆえにさ、ボロカイ、セブ島とかはさ、もうみんなね、フィリピンといえばみたいな感じだったけどさ、あんま日本人とかもおらんやん、そういうとこって。いろいろ安くで楽しめて、結構良かったですね。はい。じゃあもしよかったらね、はい、皆さんもマリナに行った際にはね、プエルトガレラ、検討してみてください。はい、ということで今回は去年行ったプエルトガレラっていうところを映像付きで紹介させていただきました。はい、また次の動画も見てください。